インスタ君がいます。いけますねちょっとこれまでにない車内スペースの使わせ方で、ライブモードに合わせて、はい、かっこいいですよね。いや本当に外から見る以上に室内広いですね。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日ご紹介するのはこちら、ヒョンデのインスターです。東京オートサロンで公開されまして、結構話題になりましたよね。もうすっごく可愛いバッテリー EV5 ナンバーサイズの中に余裕で収まるサイズです。さあ今日はですね、こちら内外装と使い勝手編をお届けしていきたいと思うんですけれども、正直走りもすごいので、この次にお送りする試乗動画もぜひねご期待いただけたらとも思います。さあというわけで今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。雨の日が楽しみになるガラスコーティング白山50。さあそれではフロントフェイスです。すごく特徴的な顔をしています。やはりですね、その韓国のカーデザインってとってもエッチなんですけれども、このですねヒョンデも EV シリーズは結構ですね攻めたデザインにどれもなってるかなと思います。これまで当動画でもアイオニック5出したっけ、アイオニック5とコナもねご紹介していきましたっけ、出しましたね。アイオニック5とコナご紹介してるんですけれども、どれもですね特徴的なんですけれども、共通したデザインとしてはこのピクセルのグラフィックっていうのがあると思います。特にこのインスターはですね、小型のボディにギュッとデザインの要素を分かりやすく散りばめているというね、強いデザインが非常に特徴的です。光らせてみましょう。気になりますよね。さあいきますね。右、左、ハザードです。はい、という感じで上がターンランプとポジションランプですね、デイタイムランニングランプ、それから下がですねヘッドランプという形になっています。ですから両方つくとですね、本当にくっきりとこのピクセルのデザインが際立って、特にですね夜になってくるとこのキャラが際立つといったような表情はあると思います。今回私がお借りしたのは白のボディカラーになってるんですけれども、どのモデルもですねこの下にスキットプレートが SUV らしいものが入っているというのも特徴です。このスキットプレートに関しては割としっかりとですねシルバーになっていて、下にボリュームがしっかりとあるというようなカーデザインになっています。EV ですので冷却のためにここ穴全然開いてないです。全部ね閉じたデザインになってるんですけれども、大きな黒のパネルでですね先進感とか EV らしさっていうのを出していて、で下はですね少しデザインライクな、ここもですねピクセルの柄がいっぱい入ったですね樹脂のバンパーが入っているといった形になっています。すごく先進的なんですけれども、このねピクセルっていうのを使ってデジタルなんだけれどもちょっと前時代的みたいな、レトロみたいな感じもね表しているんですよね。はい、ボンネットも非常に短いです。今回ですね前輪駆動になっているんですけれども、雪道でのね走行なんかも結構鍛えてきたというだけありまして、走行しっかりしてます。この辺は次の動画でお届けするんですけれどもね、とってもこの短い鼻が可愛いですよね。はい、開けてみます。開きます。EV 開かないやつもありますけど開きます。はい、しっかりとですね中身が全部見える形になっています。今回ですね 49kWh というバッテリーを搭載してるんですけれども、航続距離がなんと458キロ、しっかり走りますよね。でしかもちょっとノーズの重さはあんまり感じないですね。運動性能の良さも感じました。はい、それではサイドビューです。もうすごい可愛いですよね。横から見るとしっかりとクロスオーバーっぽいというかね SUV っぽい感じを出しています。それはやっぱりねこのルーフレールかなと思うんですけれども、意外としっかり腰が高くてですねクロスオーバーの性格っていうのをですねサイドビューはしっかり感じさせます。フロントはですねデザインが強すぎてちょっと SUV とかいうカテゴリーを感じさせないですよね。はい、個人的にですねヒョンデのカーデザインってこのキャラクターラインの入れ方がすごく個性的で、そこが注目ポイントではあるんですけれども、このインスターもですねパキッとした折り紙のようなキャラクターラインっていうのが本当にたくさん入ってます。まずここですね、フロントのフェンダーのアーチの上にですねライトの下からつながるようにボディに入っていくっていうようなラインが取られています。でここはそのフェンダーのこのタイヤのね盛り上がりみたいなところを強調するようなラインになってるんですけれども、ここにねポコってへこみがあるんですよね。実はこのフェンダーのモールドのへこみって前後に入ってるんですけれども、ここがまたちょっとデザインのアクセントになってきて面白いところです。前後のウィンドウの下にもこういうラインが入っています。でこれが今度は目の
この目尻のところからですねボンネットのラインに合わせて窓にグッと入っていくっていうようなねラインが使われているんです。でそれが前後にあるのでオフローダーみたいなね感じの強いキャラクターラインを持っているっていうところも面白い点だと思います。今回最もヒョンデのボディデザインらしいなと思ったところはここですね。アイオニック5にもちょっと不思議なキャラクターライン入ってましたけれども、ここねギュンってこうなんかね膨らむような感じでこちらもリアのフェンダー地に向かっていくといったような中からねこう叩き出したみたいな感じの面白いラインがねこうプッとね空気を入れて膨らましたみたいな感じの面白いラインが構成されています。はい、そしてルーフレールはですね中空に浮いたしっかりしたものになってます。ここはねちょっとアドベンチャー感というのを感じさせる部分でもありますし、この小型のボディサイズの中にこれが入ることによってよりですね、こうポップな感じのキャラクターにもなっている部分かなと思います。はい、そしてこれです。めっちゃ可愛いですよね。インスタくんがいます。韓国ってやっぱりこうキャラものとか結構好きなんですよね。でみんな割とこう老若男女日本以上にこういうキャラものが好きなイメージがあります。ファンシーショップもとても多いです。それがこのインスタくんがここに入っていて、ドアのねハンドルがここにあるのでドア開けるたんびにこの子と目が合ってね愛着ポイントになってくるかなとも思うんですよね。はい、前から見ると非常に先進的なんですけれども、後ろから見ると意外とクラシカルっていうところもねここもデザインのユニークな点だと思います。はい、そしてタイヤとホイールです。今回17インチのものを履かせていただいておりますけれども、こちらに関してはですね私最上級グレードということもありまして、下のサイズのタイヤも選べるようになってます。でこのホイールデザインこそがやはりEV らしさっていうのを端的に表しているかなと思うんですけれども、結構ねクローズされたような形状になっていて、ここはホイールの中の乱流を防いで航続距離を伸ばす部分となっています。で少しだけね穴開いてるんですけれども、ここもピクセルになっていてとってもねキャラ的で可愛いです。はい、白いところが切削と黒いところはペイントになってるんですけども、ここも真っ黒ではなくてちょっとねガンメタのような色になってますね。はい、タイヤのインチサイズ17インチになっております。クモホのねタイヤ履かれてますけれども、非常に当たりが柔らかくてこれとっても良かったです。はい、そしてリアビューです。私の身長と比べるとこんな感じのサイズ感、とってもちっちゃくて可愛いですよね。でリアもですねそのフロント同様先進的なんだけれども個性的っていうような感じになっていて、おにぎりみたいなね結構上がすぼまった形になってます。ライト気になると思います。つけてみます。はい、もうブレーキ踏んでます。右左ハザードです。ごめんなさい、チラチラしちゃってますけれども、この中がですねピンク色に光ります。赤じゃないんですよね。こうやって見ても淡い感じでふわんとですね障子の中で明かりが灯ってるみたいな感じで暗灯みたいにとっても優しく光ります。癒し系なんですよね、こう見えて。だからコントラストがどぎつすぎないっていうところもデザイン力かなと思います。そしてですねブレーキランプターンランプがこの丸のユニットの中に入っているという感じでチカチカと小さく光りますけれども、ここもキャラっぽくてとっても可愛いところです。はい、そしてフロント同様ですねリアにも同じようなデザイン言語が使われていて、下にはしっかりとスキットプレートが入っていて、ここにもですねツヤ黒の黒い過色がバッと入っているので、このライト周りをすごく引き締めていると同時にこの辺でですねやっぱアクティブさっていうのを出してますよね。でこの中にもしっかりとピクセル入っていて、ここも全部ピクセルデザインになっている凝ってますよね。すごく細部にまでいろんなデザインの気を配られているというかね、トーンが統一されているのが面白いなと思いました。はい、そしてこのインスターのフォントもすっごい可愛いんです。なんかこれがプラグみたいな感じにねデザインになってます。さあそれではラゲージルーム開けてみたいと思います。ちっちゃちっちゃいですよね。車ちっちゃいので結構ちっちゃいです。はい、こんな感じのサイズ感なんですね。このカバーがすごいちゃんとここで接続されてて気遣いポイント。このインスタでもねこれぐらいの小さいラゲッジなんですけれどもすごいんですよ、シートアレンジが。はい、という感じでなんとですね全席まで全部寝ちゃうんですよね。なのでフラットになる実は車中泊もできちゃうというような仕様になってるんです。ちょっと個人的にはここの隙間が気になるんですけど、
これは多分ヘッドレストを抜いてなんかここに入れればいいんですよね。これか、こういうこと？いや、なんかちょっとここが浮いてるから手品みたいになってますけどプリンセス天候みたいになってますけど、これはどうしたらいいのかな。前に来るのかな、もしかしたら。実はですね、シートのリクライニングするんですよね。お結構来た。結構いいんじゃない？もういいんじゃない？いけますねいけますね、これいけましたね。全然悪くないですよ。ただちょっとここやっぱり段差があるので、このまま寝る人いないと思いますけど、やっぱマットとかは必要かなと思います。ただ普通に寝れちゃいます。すごい。実はですね、鉱石も160ミリその前後スライドするんですよね。でリクライニングもします。ですので結構ね、小さい車の割にめちゃくちゃホスピタリティ高いです。こうしておけば、ここ硬いんですけど、ここをテーブルにしてなんかご飯食べたりとかするのも大丈夫ですよって言ってました。そしてなんとその拡張機能のためにですね、ここにマグネットが埋め込まれてるんですよね。でこのマグネットに例えばこのバスケットのようなものを置いたりとか、あとですねこのテーブルみたいにしたりとか、結構オプションも用意されているので、プラスアルファのなんかでもひょんでてマグネット好きですよね。なんかアイオニック5にもマグネットあったんですけれども、こういうねマグネットを使っていろんなことができるよっていうところもおもてなしとして面白いポイントかなと思いました。ちょっとこれまでにない車内スペースの使わせ方でここもユニークです。さあそれではインテリアです。このね会場のところもピクセルになっててとっても可愛いです。さあという感じで今回はですねホワイトカラーを選んでみましたね。とっても可愛いですよね。はい、ドアハンドルの内側にこのようなものがあります。でここもですね実は拡張機能がついていて、ここにですねちょっと透明のなんかこうフォルダみたいなのをつけて写真入れたりとかいうようにできるようになってるんだそうです。だからこれが撮れるんですよね、きっとね。でちょっとその仕様のものがないんですけれども、こういうアレンジがねパーソナライズができるっていうところもひょんで面白いところです。ここはちょっとファブリックのようになっていてソフトパッドになってるんですけれども、一つアクセントが加えられています。はい、そして乗り込みますとなんと今回ねベンチシートになってるんですよね。だから電気自動車ですのでセンタートンネルがほぼありませんけれども、ここはウォークスルーみたいな感じで隣の座席にねスッと移れるようにもなっています。でこのグレードの白内装にするとインスターってね、ここにエンボスが入るっていうところもこの白内装だけの特別なこのあしらいになっております。そしてこれですよ。なんとこのクラスの車でベンチレーションとシートヒーターがついているっていうね、すんごい嬉しいですよね。最近ね韓国も夏暑いので割とこれがあると嬉しいなっていう人多いんじゃないかなと思います。もう日本は言わずもがなですけれども、やっぱりねベンチレーションの必要性って年々高まってる気がしますので、このクラスの車に入ってるの本当に嬉しいなと思います。それでは乗り込みますと、こんな感じでちょっとシンプルではあるんですよね。なんですけれども、ここに実はライトが埋め込まれていて、スターターオンにしてみますね。はい、わかりました？これねキラキラって光るんですよ。で、ハローインスター、明日は雨？明日の横浜市は雨が降る可能性は大変低い見込みです。最低気温が15度、最高気温が22度の予想。風の予想は西温な南西風です。はい、みたいな感じで音とかに合わせてここ光るんですよね。ちょっとしかも色が変わってすっごい可愛いです。でちなみに今この画面上だとこう緑になったり赤になったりとかしてると思うんですけれども、青になったりとか、私の目視で見るとこれ全部白なんですよ。でお話しする時だけこういろんな色になるっていう感じなので、本当にお話ししてるみたいでとっても可愛いなと、ベイマックスみたいだなと思いながらお話をできるというこのライトの機能もついています。で、今回ですね 10.25 インチのディスプレイが2枚、同じサイズのものが2枚ついております。でこれがこちらのメータークラスターに関してはドライブモードに合わせて、はい、かっこいいですよね。はい、3種類になる。でこちらのディスプレイも
タッチ式にもちろん反応しておりますけれども、ある程度ちょっとこの辺の中でも変えられそうな感じがします。で今ね、自然の音さざ波ってありますけど、これデフォルトで入っていてちょっと癒されるようなね音楽になっているというような感じなんですね。でこんな感じでいろいろと車の中で癒されてることもできますよと。で、インターフェースこんな感じになっていて、地図とかも非常に美しく整然とこうガジェットライクになっているというようなイメージです。はい、で、このブルーリンクっていうのがそのアプリと連動したもので、あらかじめその充電の場所を調べたりとか、そういういわゆるねコネクティング機能っていうのがついているというような感じですね。おー、なるほど。後ろの子が寝ている時に音を出さないようにする。へえ、気遣い。でバレエモードっていうのは、おー、なるほど。こうね、ブルーリンクとこう連動してると機能が使えるよといったようなものですね。使い方にちょっと癖というか特性があるかなとは思うんですけれども、はい、ぜひご自身でやってみてください。ここです。ここにですねシフトのレバーがありますので、これねレバーというかこれ回すタイプなんですよね。なのでこう前にやるとドライブに入って、で後ろにやるとリバースになると。でここもね連動して今ピンクになってますけども、こんな感じにも動きますよというような感じです。でパーキングはこう頭を押すといったような感じなので、これがあるおかげでこの辺がすごいスッキリしてるよっていうような感じですね。でライト関係はこの上のレバーになっています。でパドルシフト、これは回声量を変えられるので、割とねこれ積極的に使ってもらうと面白いドライブができますよというような感じですね。でワイパーの感じは全部こっちで、ウインカーもこっちなのでちゃんとね右側に移設されている。これはねヒョンデの車全部そうなってます。日本モデルは全部右側になっている。で ADAS が今回すごいんですけれども、この ADAS もですね日本専用にローカライズされておりまして、これはね試乗の時にもお話ししていきます。そしてドライブモードここにあります。押したら変わっていくっていうようなものなんですけれども、スポーツ、スノー、それからエコ、ノーマルとありまして、実はですね北海道なんかでも走行試験をかなりして、このスノーモードっていうのもですね前輪駆動ではありますけれどもすごいしっかりしているそうです。今回試せないんですけれども、いつか試してみたいなと思ったりもします。で、ここはおなじみのクライメート系であったりとか、ショートカットがあったりとかするんですけども、そうこういうところでですねちゃんとこの、ショートカットが独立してますので、結構ねこれ好きな機能を入れられたりとか、ナビ入れたりとか、ね、できるっていうですね非常にこういうところも、使い勝手っていうことを考えられてるなと。こっちにタッチしなくてもある程度ショートカットできますよというような感じです。で、オートホールドであったりとか、これねこうなってるじゃないですか。これ自分でこうやって動かせるんですよ。だから例えばこの辺左側のドアの下とかちょっと怖いじゃないですか。そういうところをチェックしてから進めますよといったようなユニークな機能もあります。もちろんですね目視で確認はしなきゃいけないんですけれども、ちょっと外出たくない時とかね便利ですよね。こういった機能もついています。でそれのカメラのスイッチがここにあるといったような感じですね。そして先ほどシートの話もしましたけれども、シートヒーターとちゃんとベンチレーションもこのクラスでついているっていうのがものすごいおもてなしポイントで、この下に非接触充電がついてるんですが、これ非接触でオンになった瞬間にここオレンジに光るので、ちゃんとですね作動してるかどうかっていうのも分かりやすいです。でこのちょっとね黄色っぽい感じのトリミングになってて、ここもおしゃれですよね。で下に物入れがあって、これ V2L ですねになっているので、ここで、普通にキャンプの時にね電源として使うこともできるし、パソコンとかも使えますよというような感じでスライドのねドアになってます。そしてですね USB のタイプ A とそれから C がここにあってですね、さらに、このようにですねシガーソケットもあるというような状況です。そして後部座席です。ホイールベース非常に長いですので、足元はとっても広々してます。これ撮影のために結構後ろに下げちゃったんですけれども、ここねファスナーを黄色にしているのか、これねシートをこうかぶせる時にこのファスナーで締めるんですけど、それを隠さずデザインにしてるっていうところもねちょっと面白いですよね。ユニークです。なのでこんな感じで結構座りやすいんですが、めちゃくちゃ広いです。
シートも結構しっかりしてるんですよね。大きいので大柄なシートなのでソファーみたいにしっかりと座れるというところもあると思いますし、これねちょっと後ろに下げすぎちゃってるんですけれども、膝前も、それでもこれ一番後ろまでしてますけども、それでも膝前のスペースがある。で頭上はそれなりっていう感じなんですけれども、シートのリクライニングもこれしますので、あと前後にねこのシート自体がスライドするので、後席のねフレキシビリティっていうのは結構このクラスにはないすごく細やかな気遣いもされてるなと思いました。でシートの素材自体はちょっと反発力が強い感じになっています。でちゃんとねほらシートベルトもここに刺して収納できるようになってるんですね。これも気遣いじゃないですか。はい、非常にゆったりしていますし、いい感じにゆったりできます。いや本当に外から見る以上に室内広いですね。これこそ電気自動車の利かなとも思います。自分で施工でこの効果、シラザン50。はい、というわけで今日はこちらヒョンデのインスターご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。最上級グレードということなんですけれども、内装もですね今回選ばせていただいたのが白ということで、本当に運転していても楽しかったです。さあこの次にですね試乗動画をお届けしてまいりますけれども、本当に走りがすごいので皆さんぜひですねこちらの方もご期待いただけたら嬉しいです。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。